こんにちは、もずくです。生配信で島くりを進めているコペマート島が完成に近づいているので、今回から動物たちのお家を3軒ずつリフォームしていきます。それではどうぞ。まずは飛行場前のエリアに立つ2軒のお家を順番にリフォームしていきます。1軒目は左に立つめいちゃんのお家からです。はい、めいちゃんのお家は飛行場を出てすぐのところにあるということで、島の観光案内所にします。なのでまずは元のお部屋を片付けて、めいちゃんには案内人っぽい格好になってもらいます。で、コペマート島は赤が差し色の島なんですけど、めいちゃんのお家の中でも赤を使ってお部屋を作っていこうかなと思っているので、まず壁は赤レンガの壁にして、床は壁と揃えて赤レンガの床にします。なんかこの赤レンガの壁、前までは全く使ったことがなかったんですけど、3P 島のパタヤのお家を作ってから実はすごくこの可愛さに気づきまして、今回また使ってみました。で、アクセントウォールは今のままだと施設感があまりないので、施設感を出すために手術室の壁を使います。で、エントランスはそのまま、ライトは暗め、環境音は路地裏にします。ではベースが決まったので、次は間取りを決めていきます。島の観光案内所なので、受付と島に遊びに来てくれたお客さんと喋るスペースみたいな場所を作りたいのと、あとは裏にある事務スペースみたいなところを作りたいなと思っているので、まず部屋の端っこに仕切り壁を置いて、仕切り壁の手前にシンプルな柱を置いて小さな部屋を作ります。で、さらに間取りを分けたいので、次は受付を作っていくんですけど、受付はちょっとだけ形を工夫したいなと思っているので、まず木製の柱を置いて、ここまでは割と普通なんですけど、この間に木製ウォールパーテーション S を使って窓を作ります。で、その手前に受付カウンターを置いたらどうでしょうか。ぱっと見普通の受付なんですけど、ウォールパーテーションと受付カウンターを組み合わせることで、なんかより窓口って感じになったかなと思います。では次は間取りが決まったので家具を置いていきます。先に受付周りから作っていこうかなと思うので、まずもっと受付って感じがわかるように受付の前に看板を置きます。で、さらにカウンターの上にクリップボードと窓口側に電話を置きます。で、今のままだとめいちゃんが後ろに立っても顔が出てこないので、椅子を置いて窓からめいちゃんの顔が見えるようにしておきます。で、受付のあたりに明かりが欲しいので、ちょうど柱とパーテーションでくぼみができているところに蛍光灯を設置しておきます。ではこれで受付周りは一旦完成しました。次はその後ろを作っていくんですけど、最近配信とかでもよく登場している蓄光ウールステッカーを使ってお部屋にメリハリをつけていきます。蓄光ステッカーって普通にお部屋に登場してくると思うんですけど、最近ハマっているのが、壁の一番上にこんな風にシャッターのマイデザインをくっつけてアクセントにするのがハマってます。なんか壁の一番上にこうやってマイデザインを貼ってあるだけで、家具をあんまり置かなくても満足感があるようなお部屋になるので、最近はよく登場してます。で、今回は上だけじゃなくて下にも木の板のマイデザインを貼っておきます。はい、全体はこんな感じになりました。ではそのまま壁の手前を飾っていきます。壁沿いはジムっぽさを出したいなと思ったので、まず制服が入ってそうなロッカーと書類が入ってそうなヴィンテージなチェストとアイアンクローゼットを配置しておきます。で、さらに壁にシンプルなウォールシェルフを飾って収納を増やしておきます。はい、こんな感じで受付の後ろのスペースはだいたい完成しました。次は右後ろにあるスペースを作っていきます。ここのスペースはお客さんが来た時にお茶を出したりするスペースにしたいなと思っているので、まず仕切りカウンターを置いて、その上にエスプレッソマシンを置いておきます。で、このままだとお客さんから丸見えなので、カーテンのパーテーションを使って隠しておきます。これでお部屋の後ろ半分は完成しました。なんですけど、もう少し前と後ろでお部屋が分かれている感じを出したいので、ラグを敷いてお部屋を分けます。はい、こんな感じになりました。では次は手前側の空間を埋めていきます。
まず右手前の空間が割と広く空いているので、ここは最初にも言っていたお客さんと相談するスペースを作ります。なのでまずテーブルと椅子を置いておきます。で、その上には島の案内が書いてありそうな本を置いておきます。はい、これで右側の空間は埋め終わりました。なんかこの椅子とテーブル割とシンプルなので、なんかザ相談スペースっていう感じになってかなりお気に入りです。では次はここの左側が空いているので、ここを埋めていくんですけど、2マス分ぴったり埋めちゃうと圧迫感を感じるのと、この受付前のスペースが狭くなってしまうので、1マス分の家具を置いて埋めます。ここにはパーテーション付きデスクと、その上に無料でもらえる島のガイドブックを置いておきます。ではここから仕上げをしていきます。まず正面から見た時にお茶を出すスペースにもう少しアクセントがあってもいいなと思ったので、はい、よく登場している仕切り壁から飛び出るエアコンを設置しておきます。で、手前に比べてチェスト周りに赤が少ないので、小物で赤色を足していきます。まずロッカーの上には従業員さんが使ってそうなシンプルなパンプスを置いて、ヴィンテージなチェストの上には島の案内ブックを置いておきます。で、アイアンクローゼットの上にはケケスラッキーが流れるポータブルレコードプレイヤーを置いておきます。実はこの曲は島全体で流してまして、なんか島のテーマ曲みたいな感じにしてます。ゆったりしてる感じがこの赤のコペマート島の暮らしを表してる感じがしたので、この曲をメインに使ってます。ではさらに家具を足していきます。まずお部屋の右側半分の天井に何か飾りたいので、ちょうど相談スペースの真上ら辺にシーリングファンを配置しておきます。で、次に左側の壁に自由にパンフレットを持って帰っていいですよって書いてありそうな額縁と時計を飾っておきます。では最後に相談するスペースの真横ら辺に島のイベントが書かれてそうなカレンダーに見立てた学習ポスターと、その上にはなんか何々な島みたいな感じで表彰されてそうな盾を飾って、これでこのお部屋は完成です。2軒目はめいちゃんのお家の隣に立つふみ太郎のお家をリフォームしていきます。めいちゃんのお家も飛行場前ということもあって施設にしたんですけど、ふみ太郎のお家も飛行場前にあるので、島に来たお客さんがすぐ休めるようなコーヒースタンドを作ろうかと思います。なのでまずは元のお部屋を片付けて、ふみ太郎には美味しいコーヒーを入れてくれそうな店員さんになってもらいます。で、コーヒースタンドなんですけど、さっきはめいちゃんのお家で島に赤を使っているということもあって赤を入れたんですけど、ふみ太郎のお家は落ち着いた色味と、さっきのめいちゃんのお家もちょっとそうだったんですけど、築年数がちょっと経ってそうな雰囲気にしたいので、まず壁は綺麗なガラスの壁を使って、床は古びたストーンタイルの床、アクセントウォールに黒い方具の壁を使います。で、エントランスはそのまま、ライトは暗め、環境音は路地裏にしておきます。ではベースが決まったので、次は間取りを決めていくんですけど、飲食店なのでお部屋の後ろ半分ぐらいは厨房にしようかと思っています。なのでまずラグを敷いてお部屋を分けます。で、さらにただお部屋を分けるだけじゃなくて、最近配信でも家具の組み合わせとかで遊ぶんじゃなくて、間取りでちょっと工夫したりして遊んでいるので、ふみ太郎のこのコーヒースタンドでもちょっとだけ工夫して間取りを作っていこうかなと思います。まず左端に木製の柱を使って太い柱を作ります。で、その柱にくっつくようにウォールパーテーションを置いて作業スペースを作ります。で、その横にキッチンを作るんですけど、家具の中に使いたいキッチンがなかったので作ります。まず木製の柱で左右を囲って、その間に仕切りカウンターを置いて、このままの壁だとちょっとキッチン感がないので、鉄板のマイデザインに変えたチックオールステッカーを貼っておきます。で、天井にはレンジフードを設置して、これで後ろ半分の厨房スペースの間取りは完成しました。で、ここから今丸見え状態なので、一部は仕切り壁を使って隠したいなと思っているので、こっちの作業スペースは隠れててもいいかなと思うので、
仕切り壁で隠します。で、コーヒーを受け取るカウンターも作りたいので、木製の柱で手前と奥の境目を作って柱にくっつくようにダイナーのカウンターテーブルを置きます。はい、これで大体の間取りは完成しました。では次は後ろの厨房スペースから家具を置いていきます。まずこの右後ろら辺が空いているので、ここにぴったりはまりそうなフレンチドア冷蔵庫を2つ置きます。この業務用っぽい冷蔵庫を置くだけでキッチン家具を置かなくても割と厨房っぽい感じになるので、目立つところに置いておきました。で、ここにキッチンを作ったんですけど、コンロというよりかはコンロでも使えるんですけど、今回コーヒースタンドなのでコーヒーを作ってるっていうことがわかるようにエスプレッソマシンを置いておきます。なので今回はコンロとしては使ってないです。だけどキッチンっぽさが欲しかったのでレンジフードをつけておきました。なんかお部屋作りの私のルール的にそれっぽく見えたら OK っていう感じで雰囲気重視にしてます。で、この後ろの作業スペースは、そんなにがっつり見える場所ではないんですけど、見えないところも手を抜きたくはないので、つまげた袋とスタンドミキサーを置いておきます。で、正面から見た時に冷蔵庫の上ら辺が少し寂しい感じがするので、時計を配置しておきます。ではこれで厨房スペースは完成しました。次は手前の空間を埋めていくんですけど、見てもらうと分かる通り割と広いです。なんですけど、コーヒースタンドってその飲食スペースがないイメージがあるので、テーブルと椅子を使って空間を埋められないので、少しでも空間が埋められるようにもう少し間取りで工夫します。はい、ということで見といてほしいんですけど、まず柱を1本追加して、ここにさらにくぼみを作ります。で、このちょうどくぼみのところにウォールパーテーションを2つ並べて、このウォールパーテーションの下の方を隠すようにコーヒー豆が入ってそうなヴィンテージなチェストを置いておきます。で、さらにちょうどこの仕切り壁とパーテーションの間ら辺にドアの前デザインに変えたチッコールステッカーを貼ったら、はい、どうでしょうか。ドアにつながる廊下っぽい空間になったかなと思います。実際にはパーテーションのテーブルがあるので通れないんですけど、なんかこう空間があることでさらに部屋数が増えてお部屋の満足感も出たかなと思います。ではさらに空間を埋めていきます。次はこの右側の空間が空いているのでここを埋めていくんですけど、まずお店に大事な看板をまだ置いていないので、ちょうどこの柱の前に看板を置いて、入り口ら辺は家具を置くと通れなくなっちゃうのでラグを敷いて空間を埋めます。で、この右側の壁沿いには左に置いたコーヒー豆が入ってそうなチェストを置いて、左側の柱と揃えるためにもう1本足しておきます。はい、正面から見るとこんな感じです。だいたい空間は埋め終わったんですけど、強いて言えばこの角に1つあってももっと満足感がある部屋になるかなと思ったので、ここにダイナーなカウンターと揃えてダイナーなミニテーブルと、その上にメニューが書かれているクリップボードを置いておきます。一応ここにも看板があるんですけど、なんかお客さんがたくさんいて混んでいく時にここのメニューが多分並んでると見えないと思うんで、並んでるお客さんがここのメニューも見えるっていうイメージです。はい、では次は小物を置いていきます。今のところコーヒースタンドっちゃコーヒースタンドなんですけど、なんか食べ物も売ってそうな感じも一応あるので、もっと飲み物だけっていう感じを表すために、まずダイナーなカウンターの上にエスプレッソメーカーを置いて、それぞれのチェストの上にディスプレイボトルを置いておきます。はい、3つ小物を足しただけなんですけど、なんか食べ物じゃなくて飲み物屋さんになった気はしなくもないかなと思います。で、もうこれ以上家具は置かなくてもいいかなと思うんですけど、お部屋に音楽は流したいなと思うので、左側のチェストの上にオープンリーグデッキを置いてケケバッシュメントを流しておきます。で、次は仕上げをしていくんですけど、右側の空間の天井ら辺をもうちょっと埋めたいので、シーリングファンを配置しておきます。で、廊下の中にもランプがあるとよりお部屋っぽくなるかなと思ったので、蛍光灯を配置しておきます。では最後にお店のおすすめが書かれてそうな看板を左右に飾って、最後に入り口の上にランプを飾ったら、これでふみ太郎のお家は完成です。では最後は
さっきご紹介したエリアの横に立つジョンのお家をリフォームしていきます。このお家は動画で管理人さんが住んでるよってご紹介したかと思うんですけど、何の管理をしているかというと、砂浜にある倉庫と船で取引しているお客さんのリストを管理しているという設定です。では中を作っていくんですけど、まずは元のお部屋を片付けて、ジョンには管理しているおじさんっぽくなってもらいます。はい。で、お部屋の色味はめいちゃんと同じくちょっとだけ赤色を取り入れたいなと思っているんですけど、壁はコンクリートの壁、床は白いペイントフローリング、アクセントウォールに管理施設っぽくなる貸金庫の壁を使って、赤は柱やラグで使っていきます。で、エントランスはコンクリート、ライトは暗め、環境音は50にしておきます。ではベースが決まったので、次は間取りを決めていくんですけど、まず貸金庫の壁がすごい主張が激しいので、一部だけ見せます。レンガの柱を少し形を工夫しておいて、貸金庫に入る入り口っぽく見せます。で、左側のスペースは貸金庫の壁を隠したいので、チックオールステッカーをトタンのリメイクに変えて壁を変えておきます。正面から見るとこんな感じです。貸金庫の壁の主張が少し減ったかなと思います。ちなみに貸金庫の壁はお客さんのリストとか大事な書類がしまってあるという感じです。で、ここトタンの壁に変えたんですけど、ここはなんかよりこのお部屋が管理施設っぽくなるようにタンクを置いておきます。で、このままだとなんかすごい危険な感じがするので、フェンスと柱とローパネルで囲っておきます。で、だいたいこれで間取りは決まってきたんですけど、タンクの下がフローリングだとちょっと違和感があるのと、床が白いっていうこともあって少しメリハリをつけたいので、奥と手前でラグを敷いて空間を分けます。はい、前デザインも組み合わせて床はこんな感じになりました。なんですけど今ちょっとはみ出てる状態なので、ここをなじませるために家具や柱を置いていきます。まずジョンがパソコンを使って事務作業をするスペースが欲しいので、柱で飛び出た部分を隠して、ウォールパーテーションと仕切りカウンターを使って作業スペースを作ります。で、またはみ出てしまった部分をなじませるために鉄板の前デザインを並べておきます。この前デザインは前に出ても気にならないのでこのままにしておくんですけど、次はここの中途半端な仕切りカウンターと柱から出ている空間が気になったので、ここにぴったりはまるようにローパネルをはめておきます。なんかイメージとしては、この看板に管理施設の電話番号だったりとか、そういう情報が書いてあるイメージです。なんか求人とかも書いてありそうなイメージでも置きました。で、さらにここら辺がもっと事務スペースっぽくなるようにパソコンと電話、さらに椅子を置いておきます。で、次はこのフェンスと鉄板の前デザインの隙間を埋めていきます。今右側だけに赤色があるので、ここにも統一感を持たせるためにレンガの仕切りカウンター L を置いておきます。はい、全体は今こんな感じです。だいぶ管理施設っぽく、しかも赤の色味が入ったことでスマート島っぽさも出たかなと思います。ではさらに管理施設っぽくしていきます。まず金庫と事務スペースの間に看板を設置しておきます。で、これで一応後ろ半分はだいたい完成したので、次は前のスペースを埋めていきます。まず左側にはいろんな道具が入ってそうな物置を置いて、入り口前の空間は置いてあっても無理やり空間を埋めた感じが出ないボトルクレートを置いておきます。で、入り口前に家具を置いてしまうと通れなくなってしまうので、ここには踏んでも通れるマンホールを配置しておきます。次は右側の空間を埋めていきます。もうすでに管理施設感が出てるんですけど、もう少し機械っぽさがあってもいいかなと思ったので、ここにはすごそうな機械を配置しておきます。はい、これで床に置く家具は配置して終わりました。では次は仕上げをしていきます。まず手前の空間にも天井家具が欲しいので、今日3回目の登場のシーリングファンを配置しておきます。シーリングファン、本当になんかランプをあんまりたくさん置きすぎると空間を埋めるために無理やりそこに配置した感が出ちゃうことがあるんですけど、シーリングファンだと自然に空間を埋めることができるので、こういう時によく使ってます。で、左側の壁にはトタンのチックオールステッカーとコンクリートの壁の境目をなじませるために両面ウォールクロックを配置して、物置の上ら辺にはより管理施設っぽさも事務っぽさの雰囲気も足せるエアコンと
管理施設に関する情報が書いてありそうな額縁ポスターを左右に並べます。で、最後にこういった隙間を埋めるために島釘でも登場していた窓の前デザインを貼って、さらに入り口側にも窓の前デザインを貼ったら、これでジョンの管理施設は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は赤がテーマのコピマートと初のリフォーム動画でした。どのお部屋も島との統一感もあって、それぞれのテーマに合った特徴も出せて、何より可愛いって思えるお部屋ができたので大満足です。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それじゃあ。